こんにちは、東京ベジライフです。今日はお友達のお家でみんなで食べ物を持ち寄ってするクリスマス会にこれから出かけるので、そのために作ったものをご紹介します。東京ベジライフ初のお菓子もありますよ。今日用意したものは全てすごく簡単にできるのに美味しくて、見た目もちょっとおしゃれなお料理とデザートになっています。今回はパーティーフードということで、みんなでつまみながら食べられるディップのフムスとフムスとの相性が抜群なキャロットラペを用意しました。フムスもラペも前日にあらかじめ作っておいておきました。まずはラペの作り方から。チーズグレーターを使って1本半の人参をひたすらすりおろします。チーズグレーターを使うと簡単なのと、千切りよりも細くふわふわのラペができるのでとてもおすすめです。すりおろした人参をぎゅっと絞って余分な水分を出し、そのまま持っていく用の容器に入れます。レモン1個分のレモン汁を絞り入れたら、塩麹を小さじ2入れます。適量のレーズンを入れたら冷蔵庫に置いておきます。一晩寝かすことで人参に味が浸透して、レモンの酸味にレーズンと人参自身の甘みが絶妙にマッチするラペの完成です。次にフムスの作り方です。まず缶詰のひよこ缶を2缶ブレンダーまたはフードプロセッサーに入れます。1缶は中に入っている汁も一緒に、もう1缶は汁を取り除きますが、汁は後でデザートを作るときに使うので取っておきます。その中にレモン汁4分の1カップ、水4分の1カップ、オリーブオイル大さじ1、塩小さじ2分の1、クミンパウダー小さじ1を入れ、練りごまを 35g 入れます。通常のフムスはタヒニソースというものを使いますが、普通の練りごまで代用できます。あと今回は入れていませんが、お好みでガーリックを入れても美味しいです。ブレンダーまたはフードプロセッサーにかければ完成です。今回はディーン&デルッカで販売されている卵牛乳不使用の塩パンをディップ用に用意しましたが、セロリ、キュウリ、パプリカなどの野菜スティックにするとよりカラフルでヘルシーになりますね。メインにはビーガン料理は物足りないというイメージを一新するラザニアを作りました。こちらのラザニアは春巻きの皮を使っているので、簡単にできるだけではなく、冷めてもパスタのように硬くならずに柔らかいままなので、持ち寄りパーティーにはぴったりの一品です。チーズにはビヨンド豆腐を使います。チーズグレーターでおろしたら容器に入れておきます。ソースはひき肉の香りに今回おからこんにゃくを使いましたが、おからこんにゃくが手に入りにくい場合はミンチ状にしたテンペや柔らかく戻したミンチタイプの大豆ミートでも大丈夫です。玉ねぎ2分の1個と人参2分の1本をみじん切りにしたら、大さじ1のオリーブオイルと塩少々で玉ねぎを炒めます。玉ねぎが透き通ったら、ミンチ状にしたおからこんにゃくと人参を加え炒めます。人参に油がなじんだら、トマトペースト大さじ1を加え、ホールトマト缶を1缶と塩麹を小さじ2加えます。混ぜ合わせたら蓋をして弱火で少し煮込み、ソースの出来上がりです。当日の朝、まず春巻きの皮を半分に切り、2枚ずつに分けておきます。皮を浸すようにバットなどに豆乳を入れます。耐熱皿の底にソースを敷きます。2枚セットにした春巻きの皮を豆乳に浸し、ソースの上に敷きます。その上におろしておいたビヨンド豆腐を敷き、2枚セットにした春巻きの皮を豆乳に浸しかぶせます。その上にソースを敷き、同じレイヤーを繰り返し作ります。すべ
べての皮を使い切ったら、最後に上にソースを敷き、ビヨンド豆腐をのせます。220度のオーブンで10分から18分焼いて完成です。今回は前日にチーズとソースを用意して当日の朝に焼いて持っていきましたが、前日に焼いてしまい冷蔵庫に置いておいて、食べる前に電子レンジ温めても大丈夫です。最後にデザートのクッキーの作り方です。こちらは詳細にリンクを貼っておきますが、ミニマリストベーカーさんのレシピを参考に作りました。卵、牛乳不使用だけではなく、小麦粉を使わないグルテンフリーのクッキーです。まずすべての材料を1つのボウルに入れていきます。ココナッツシュガー 63g、 アーモンドバター 32g、 フムスを作った時に取っておいたひよこ豆缶の汁大さじ3、塩小さじ1/2、ベーキングパウダー小さじ1、溶かしたココナッツオイル 60g、 アーモンドプードル 180g、 デシケイテッドココナッツ 40g を加え、よく混ぜ合わせます。レシピにはビーガンのダークチョコレートチップとあったのですが、見つからなかったので、ビーガンのダークチョコレート板1枚を細かく切り、生地に入れます。一晩冷蔵庫に置いておき、当日の朝に成形し、170度のオーブンで12分から16分焼きます。今回はおからクッキーも別に焼きましたが、作り方は別の動画でご紹介しますね。アーモンドバタークッキーはサクサクでとても美味しく仕上がりましたが、少し甘めだったので、もう少しココナッツシュガーが少なくてもいいかなと思いました。自家製のアーモンドバターもお土産で持っていきます。今回はパーティー用にお料理デザートを準備しましたが、どれも簡単に美味しくできるので、お家でもぜひお試しください。では See you next time!